ぼち向かっていきたいと思います。あいにくの曇りで天気に恵まれず、少しだけテンションが下がっております。今回行くキャンプ場はたまたま Google マップを眺めてたら見つけた場所でビビッと来たので、早速予約しました。ありました。門、ここです。この門を通るんですけど、予約した人しか入れない門なので、インターホンをね押して開けてもらいます。すごいやば。オートキャンプ場なんで車を横付けできるっていう、それがまたいいですね。すごいすごい広い。うわー、ここに止めればいいのか。とりあえず設営先にやっちゃいます。よし。ご夫婦でキャンプ場の運営をされていて、少し話し込んでしまったのですが、とても人当たりのいいご夫婦で感動しました。そしてこのキャンプ場、テレビ撮影などにも使われるようで、チュートリアルの得意さんが来たこともあるそうです。いやー、正直良すぎたので、あんまり人には教えたくないキャンプ場です。今回はゴーグランピングのワンポールテントを持ってきました。時期的には寒いかもしれませんが、ギリいけるだろうとチャレンジ精神が湧きました。この日はたまたま金曜からキャンプに行けたので、他のキャンパーさんも少なくまったり過ごせそうです。コットについて最近不満があるんですけど、ポールを通す時に布に穴が開いているせいですんなり通ってくれないのがたまにイライラします。あと最後ポールをはめるときに硬すぎて指がちぎれそうになります。こんな感じでごわす。あとはランタンとか何個か出してやろうかな。これは家から持ってきた。雨降んなきゃ大丈夫だと思う。一応電源は袋に入れて置いたんで。疲れた。でさ、やばいことに気づいて、私は久しぶりにやってしまったよ、忘れ物。しかも結構大事な忘れ物。見てわかるかい？コットの上何もないよね。そう、寝袋を忘れました。寝袋忘れるってありえなくない？どういうこと？なんかまた雨降ってきちゃったし、せっかく焚き火の準備したのに。天気予報曇りって言ったやん。どうしよ
車の中で寝るかでも普通に考えたらさ、車の中で寝るのが妥当だよね。なんか意外と蚊もいてすごいんですよ。なんだろう、湿気があるからかな、蚊がね結構いるから、なんかあんまりこう生身で寝るっていうのは危ない気がする。くそー、超楽しみに来たのに雨だし。てか今何時なんだろう。なんで筆箱入ってんの、ポケットに謎。携帯どっかやっちゃった私。ここが受付棟です。女性の方が出てきてくれましたね。受付してくれて、私のテントはここからは見えないんですけど、こっちの方に設営してます。ここの目の前の敷地に関しては、この別荘のお庭として管理されてるものみたいなので、ここでテントを広げるってことはできないみたいです。ただこっちが一応ファミリーキャンプ用のサイトになってて、この奥下に下がるとまたね、こういう感じで広い敷地が広がってるんですけど、そっちは一応制限は15組にいつもしてるみたいなんですけど、敷地の広さ的には50組は入るような広さになってるそうです。でね、ちょっと見づらいんですけど、ここに山があるの分かりますか？ここは1組限定の上からね景色を見渡せるサイトになってます。で、受付の横がですね、こっちの方に今車が2台止まってると思うんですけど、そっちが一応女性の専用エリアになってますね。受付から近くって、おトイレも近いのが女性専用エリアになってますね。今回一応女性専用エリアで予約してたんですけど、多分お友達同士で来てる方が先に入られてたので、撮影とかで邪魔しちゃ悪いかなと思って、一応私はファミリーキャンプの方に移動させていただきました。料金は変わらないです。1人2000円になります。山の上の1組限定のサイトに関しては2人で5000円だったかなになりますね。ちょっとトイレの方見て行ってきましょう。飲料水はここで汲むことができます。で、あとはここがおトイレなんですけど、ここで靴を履き替えて電気つけると、こういう感じになってます。一応シャワーとか置いてあるんですけど使えないみたいで、トイレだけ使えるってことですね。で、洗い物もできないので、洗い物に関してはお持ち帰りです。あと炭以外のゴミもお持ち帰りです。で、ここでも飲料水は汲んで OK みたいです。鏡がある。トイレはこういう感じです。綺麗ですね。めちゃくちゃ隅々までお掃除されてる感じがします。そうそう、かわいい。こっちはもともとバストランドのちっちゃいランタンいただいてね、持ってたものなんですけど、最近この大きい方をねお友達からいただいてなんか親子みたいな感じで奇跡的にバストランドさんのランタンが揃いました。色もめちゃくちゃ似てて、こっちの方が暗い色のグリーンなんですけど、よいしょ、こっちがちょっと明るめのグリーンの色で、もう私カーキ色がすごく好きなので、めちゃくちゃもうこの2つお気に入りです。超かわいい。今日はねこの2つとデイツの金の方をね使っていこうかなって思います。はい、ということでやっと休めます。喉が渇いたので飲み物を作ろうと思います。氷じゃじゃん。最近になってねジンが飲めるようになったんです。
大人の階段登りましたそれとこちらは家で炭酸水を作って持ってきました。炭酸が飲めないで有名な女なんですけども、炭酸を飲めないことを忘れていた友人が炭酸水を作る機械みたいなものをね、お風呂でくれたんですよ。で、私最初よく分かってなくてとりあえずもらっといたんですけど、使ってなくてずっと、そりゃね飲めないからなんですけど、この間なんかグループキャンプで行ったお友達がこのジンと炭酸水を割って作ってくれたお酒を飲んだ時にめちゃくちゃ美味しくて、だからなんか微炭酸だったら飲めるかもって思って、今日はそのお酒を作ろうと思います。よし、ちょっとこれ見えないな、ぐらい。やばい、入れすぎた。こう。うまいうまいうまい。幸せ。蛇腹きゅうりの和え物でございます。家で作ってきました、おつまみ用に。で、これは焼き鳥の缶詰。いただきます。これはよく家で作ってるんでもう間違いないです。たまらん。たまんねえな。今めっちゃ美味しすぎて喋るの忘れてた。これは焼き鳥の缶詰、ダイソーで買ったんだよね。うまっ。うまい。いいね。寝袋さえ忘れなければ完璧だったのに。どうします？ほんと今日車の中で寝るって言ってもさ、全然車中泊仕様にしてきてないからさ、荷物乗っちゃってて、寝れるとしてもフラットの状態では寝れないから、車の中で寝るのもきついしまあ虫とかね、寒さからは多少免れられるけど、布団みたいなものがさ、膝掛けしかないんだよね。そうなるとちょっと困っちゃうよね。あと湯たんぽ持ってきた。湯たんぽどうにかなんないかな。どうしよう。これまで寝るか。せっかくコット出したのに。見てよ、
こんなに準備満タンなのにさ、寝袋ないってどういうこと？いい加減にしてくれますって。久々だな、こういう大きい忘れ物したの。最近本当になかったんですよね。マジで美味しい。みんな作って絶対めっちゃ美味しいからきゅうり。ちょっと炭酸強すぎたかもしれん。蓋開けとこう。そしたら夜ご飯の方を作っていこうと思います。夜ご飯は今日はキムチ鍋を作ります。水と鍋つゆを入れて混ぜ合わせます。よいしょ。野菜はこれを入れます赤辛用だけど使います。これをめっちゃ不安だったけどいい感じにできてきてる。でも色がさちょっと薄いね。プチと鍋つゆの方がキムチ鍋っぽい。なんか今回皆様のお墨付きのやつを買ったんですけどちょっと薄そうですね。食べてみます。とりあえずね、味見一応火消しとくか。いただきます。めちゃくちゃうまいです。うまっ。うまっ。最高だ。この時間がさたまらない。幸せ。
よし、じゃじゃんじゃじゃん、うどんです。締めはやっぱうどんでしょ。よし、いやー、これうまいよ、絶対うまいよ。でね、まだこれだけじゃ終わりやせん。私はじゃじゃん、チーズ持ってきちゃいました。これをね、ぶち込むよ。それ全部いっちゃう。このためにチーズ持ってきたから。やば、これちょっとデブ飯だわこれデブ飯だね、完全に。やばー、やばーい。なんかチーズどっか行ったんだけどチーズどこ行った？チーズが消えちゃったけど。めっちゃ熱そう。チーズちゃんといるわ。うどんに絡まってる。めっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。こっちも空っぽになりました。ちょっと汁は結構多いので残しちゃいます。お手洗い行ってこようお腹下してもう 2,3 回ぐらいお手洗いに行きました。やばい。なんか本当にね、すぐお腹痛くなるんですよ。何なんだろうこの体って思うぐらいはあ、しんどい。せっかく美味しいもの食べたのに。頭も痛い。いや、昨日夜中の3時ぐらいまでかな、編集しててちょっと寝不足気味だったので、今日は早めに寝て明日ね、すっきり起きられたらいいんですけど、とりあえず夜寝るために湯たんぽ準備しようかな。お湯を沸かそう。おはようございます。昨日は寝袋を忘れたので車の中で寝たんですけど、やっぱり寒すぎて夜中めちゃくちゃ冷え込んで何回も何回も起きました。体もバキバキです。もう今日は家に帰ったらひたすら寝たいと思いますということでね、朝になりましたので一回あったかいココアとか飲んで体を温めたいと思います。朝起きたらさ、テントにいっぱい落ち葉がくっついててかわいい秋って感じだね。茶色くなってる枯葉がすごい絨毯みたいになっててかわいいです。これはこれでいい感じ。そしたら朝ごはんを作っていきたいと思います。今日はオムレツをね、まず一品目に作ろうと思ってじゃがいものオムレツを作ります。
細かくできました。そしたらこれを炒めていきます。本当はバターなんですけど忘れちゃったのでオリーブオイルで炒めていきます。気づいた人いるかもしれないんですけど、調味料ケース買いました。私の動画を少し前から見てくれている方はご存知の通りですね、私はこちらのカッティングナイフもそうなんですけど、アワダさんっていうブランドの商品をね使わせていただいてまして、でこちらの調味料ケースもアワダさんのものになります。この調味料ケースめちゃくちゃよくって逆でしたね3つねボトルが入ってて、私は今醤油とお酒とオリーブオイルを入れてきてるんですけど、取り外してこのまま、自立もするしめちゃくちゃ使いやすいです。でなんかねびっくりしたのがこれが入ってたの。これボトルにさ入れる時にこぼれないようにこういうのまでつけてくれててめちゃくちゃ親切で、あとこのシールわかるかな、醤油って書いてあるシール、これも入ってたんですよ、付属で。ちなみにこれがケースなんですけど、こういう感じで調味料の名前が書いてあるシールが備え付けであります。でもなんかねところどころ中国語で読めないやつもあって、でもちょっと面白いので使わせていただいてます。あとこの液体以外にもこちら3段に分かれてる粉系かな。私今一番下にお砂糖だけ入れてるんですけど、塩とかコンソメの粉とかそういうやつを入れられるボトルもついてます。でこれ簡単にこう分解できるっていうやつになってまして、開けてみるとこういう感じだね。均等に出るような感じになってますね。これもねちょっと今後どっか行った。じゃあこれも今後ねちょっと中身まだ何入れるか決めてないんですけど使っていこうかなと思います。でなんかすごい親切なことにこういうさボトルの中を洗うやつが2本ついてきます。親切すぎないこれもね一応常備いつでも洗えるように私は入れております。袋のところはこう閉められるようになってるのでめちゃくちゃ使いやすいです。なんか今までダイソーの調味料ケース使ってたんですけど、結構ね入る量が少ないんだよね。このぐらいしかないので、お料理とか私結構する派なので、調味料とか醤油が結構足りないって時とかもたまーにあって、でもスーパーに買いに行くとなんか微妙な大きさしか売ってないからもったいなくて、これめっちゃいいやんと思ってこれねこのサイズ感がちょうどいい。こんな感じで炒め終えたので次は卵を入れていきます。で卵なんですけど、はいこちらもアワダさんですはい卵ケースですね。これね1個だけちょっとアワダさんの方にぜひ改善してほしいなって思うのが、このケースの蓋がね結構硬いんだよね。指が痛い。なんか結構気密性がすごくて液体を入れても漏れない設計になってるみたいで、だからこんなに硬いと思うんですけど、いやわかんない、私が下手なだけかな。他の2つはすんなり開けられた。こういう感じになってて、中身がこれがこう取り出せてシリコンになってるんですよ、この容器が。でこれに関してはこのままお湯に入れてゆで卵を作れたりするみたいです。ちょっと今日はやらないんですけど、こういうね卵の収納ケースもアワダさんのものに使ってます。ちなみにこの卵ケースはなんかもう一個買うとこう上にね重ねられて固定できるタイプになってるみたいです。卵いっぱい使う人はぜひあとはここにね穴が開いてるので、ここをカラビナとか
つけてリュックとかそういう場所につけてぶら下げておくこともできるっぽいです。すごいね。汁物もいけるみたいなので、まあいろいろ何かと使い勝手は良さそうです。今日さ、蓋忘れちゃってアルミホイルとかもさないから、本当は蓋をして蒸したりしたいんですけど、ちょっとなしで頑張って作ってみます。卵は2回に分けて入れていきます。結構火のね調整が必要なので、できればこういうガスコンロで作った方がいいです私めちゃくちゃ調味料忘れてて、塩コショウも忘れたし、本当はこのオムレツにチーズを入れるとめちゃくちゃ美味しいんですけど、昨日のキムチ鍋のうどんでチーズも全部使っちゃったんで、オタク持っておバカなんですけど仕方ない。半熟に焼けました。美味しそう。ケチャップは持ってきたんで、ケチャップでね最後味付けします。こちらのマルチグリドルも、青田さんのもので、はい、こちらに青田って書いてあるんですけど、こちらも青田さんのものになります。で、今日本当はガーリックフランスパンみたいなものを作ろうと思って持ってきたんですけど、もう本当にやだ、ニンニク忘れちゃって、オリーブオイル大量に持ってきたのにさ、だから今日は普通にパンを焼きたいと思います。で、一応さっきのマルチグリドルのケースはこういう感じになってます。ここはメッシュのポケットになってて、何かしら入れられそうです。で、中はこんな感じです。このねオプションパーツがもともと備え付きでついてます。一番びっくりしたのがマルチグリドルめちゃくちゃ軽くて、そこにすごく一番びっくりしました。で、私が今まで使ったマルチグリドルが Amazon で買ったもう最安値のやつで、一応それもフッ素加工されてるんですけど、割と早くこびりついてきちゃったので、やっぱり安いのはダメだなって思いました。で、一応このグリドルもフッ素加工はされてるので焦げ付きにくい素材に なってます。焦げ付きにくいっていう部分に関しては 100% そうとは言い切れないので、今後私がねずっと使っていくと思うので、使っていく中で本当に焦げ付きにくいのかっていうのをね、みんなに少しずつお伝えしていけたらいいなと思います。あと深さ、今まで使ってたやつがめちゃくちゃ深さがなくて、結構アヒージョ作る時とか油とかオリーブオイルが出ちゃいそうになってたんですけど、このグリドルに関しては深さが 4.2 センチあるので結構深いんじゃないかなって思います。で、一応直火もできるし IH とかもいけます。商品の大きさなんですけど、この縦が 31.5 センチで、横とっても含んで横が41センチになりますね。なんでまあ大きいですね。いい感じに焼けてきた。あ、やばい、焦げちゃった。やば火力が強すぎるね、タフマル。で、私さっき軽くてびっくりしたって言ったと思うんですけど、重さが 1.5kg なのでめちゃくちゃ軽いですね、やっぱりで、結構マルチグリドルあるあるだと思うんですけど、油が均等に行き渡らないっていうのが私ずっとあって、前使ってたやつとかそうだったんですけど、このマルチグリドルに関しては見えるかな、表面がこうデコボコになってると思うんですけど、このデコボコによって油を表面により均一に広げてくれるみたいです。油をとどめる構造になってるみたいですね。さっきのオプションパーツはサイドのところが結構こうグーって上がってきてくれてるので、食べ物も落ちづらいし、めちゃくちゃフィット感があります。朝ごはん完成しました。オムレツと、パンですね。
感じに焼けてる。いただきます。うまっ。めっちゃ合う。片付けるのもったいないけど少しずつ撤収していきます。SD カードがもうあと30分ぐらいしか取れないみたいで、いつもだったらもうちょっと残ってるんですけど、なのでちょっと映せるところを飛び飛びで撮影します。洗い物ができないので、これはお家に持って帰って洗います。撤収終わりました。まっさら何もなくなっちゃった。いやー、めちゃくちゃいいところでした。最高だった。もう一泊したいということでね、あっという間にキャンプ終わっちゃいました。いやー、めちゃくちゃ良かったです。今回私が訪れたキャンプ場は、茨城県の稲敷市にありますオートキャンプ場プライベート日立という場所になります。車込みでね2000円で使用できるのはかなりコスパもいいのではないでしょうか。ただ炊事棟がないのとゴミはお持ち帰りなので、ちょっとね不便に感じる方もいるかと思います。でも私は結構不便なキャンプ場が好きなのでとても良かったです。あとあれかな、トイレがね1個しかなかったので、お腹壊しやすい人は要注意ですはい、ということで本日の動画はいかがだったでしょうか。だいぶねちょっと時期も早かったり、ほとんど枯れ葉なんですけど、ギリ紅葉キャンプみたいな感じで楽しめましたちょっと念願だったので嬉しいです。ということで本日も動画見てくださってありがとうございました。アワダさんの調味料ケースとかマルチグリドルの商品の概要については説明欄の方にリンク貼っておきますので、気になる方いたらぜひそちらからチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。